さて、今日は2026年3月というある特別な月についてお話しします。この月、XRP は言ってみれば、ただの投機的なトークンから、なんと世界的な金融インフラへとその立場をガラッと変えたんですね。たった1ヶ月ですよ。じゃあ、その転換点の裏側で一体何が起こっていたのか、早速一緒に見ていきましょう。そう、まさにこの問いかけこそが2026年3月の XRP の物語を理解する上でのもっと真ん中のテーマだったわけです。このわずか1ヶ月が XRP にとってどれだけ根本的な、パラダイムシフトだったのか、そのインパクトの大きさをこれからじっくりと見ていくことにしましょはい、まずは第1章、待機する市場ですね。嵐の前の静けさという言葉が本当にぴったりだったんです。一見するとこの月の初めってすごく静かだったんですよ。でもね、その水面下ではとんでもないうねりがもう生まれ始めていたんです。ほら、これを見てくださいよ。価格がずっとこの狭いレンジを行ったり来たり。市場にはなんだか停滞した空気が漂ってたんですね。でもこれただの停滞じゃなかったんです。全く違いました。実はこの穏やかな水面下で起こっていたのが、専門家たちが言うところの蓄積のパラドックスなんですね。これどういうことかっていうと、価格が全然動かないその裏で、いわゆるスマートマネー、つまり賢い大口投資家たちが静かに、でも小役着々と大量の XRP を買い集めていたってことなんです。その証拠がこれです。たった1ヶ月、2月だけでですよ。ちょっと信じられない数字ですけど、なんと70億もの XRP が取引所からごそっと消えたんです。これは市場からトークンがどんどんなくなっていく、いわゆる大規模な供給ショックがもうすぐそこまで来てるよっていうサインだったんですね。そしてやってきました。運命の日、3月17日です。この日、SEC、つまりアメリカ証券取引委員会が出した一つの歴史的な宣言が、この静まり返った市場の空気を一瞬で引き裂くことになるんです。もうかれこれ6年近くですよ。長かったですよね。この長い法廷闘争、そして市場をずっと覆っていたあの不確実性という名の濃い霧がついに晴れる時が来たんです。まさにパズルの最後のピースがカチッとはまる瞬間。それが SEC による公式な分類だったわけです。当時の SEC 委員長ポール・アトキンスはこの言葉で本当に長年続いた規制の曖昧さにピシャリと終止符を打ったんです。これが何を意味するかというと、 XRP がずっと抱えてきた最大のリスク、それがこの一言でついに完全に取り除かれたっていうことなんですよ。で、この証券からコモディティ、商品への分類変更ってただの専門用語の話じゃないんですね。これがめちゃくちゃ重要で、これまで XRP はこれって会社の株みたいな証券なんじゃないのっていうすごく大きなリスクを抱えてたんです。でもそれがビットポイントか、あるいは金、ゴールドと同じ商品ですよと、法的な立場がもう根底から変わったんです。そうなるとどうなるか。そう、機関投資家たちが安心して市場に入ってくるための大きな扉が開かれたっていうわけです。はい、次の章です。ブラジル新たなフロンティア。規制がはっきりしたというこのお墨付きがどれだけ大きな影響を与えたか、それはもう即座に現実世界での大規模な採用、つまり実用化につながっていきました。その最初の大きな舞台となったのがブラジルだったんです。しかもこれすごいのが決して偶然じゃないんですよ。リップル社はアメリカで法的な立場がはっきりする、まさにその日をずーっと待ってたんですね。そして水面下でこのとんでもなく野心的な計画を周到に準備していたわけです。いや、これ見てくださいよ。もう単なる国際送金とかそういうレベルの話じゃないんです。決済はもちろん、資産の保管、貸し出し、さらには企業の財務管理まで、ブラザバンクみたいな大手銀行も巻き込んで、機関投資家が必要とする金融サービスをもう全部まとめてパッケージにした、まさにフルスタックソリューション。これを一気に展開したんですね。そしてこのシステム全体のまさに心臓部といえるのがオートブリッジングっていう機能なんです。これものすごく簡単に言うと、例えばある通貨と別の通貨を交換したいときに XRP が橋渡し役として自動的に使われる仕組みなんですね。つまりどういうことか。リップルのビジネスが広がれば広がるほど、この橋渡し役である XRP が必然的にどんどん必要になってくる、そういうものすごく強力な設計になっているわけです。
さあ、第4章です。スマートマネーの動き。規制がはっきりして、ブラジルでの具体的な使い道も示された。こうなると、いよいよスマートマネー、つまり大手の企業とか機関投資家たちが本格的に動き出すわけです。確かにね、ETF のデータを見ると、一部の短期的な投資家が利益を確定する、売り抜けの動きっていうのはありました。でも、もっと大きな視点で、いわば森全体を見てみると、流れはもう明らかだったんです。機関投資家たちからのお金が、そんな小さな売りなんてもうはるかに上回る規模で、ずっと流れ込み続けていたんですね。その象徴ともいえる動きが、大手資産運用会社のエバーノースです。彼らが動かしたのが、なんと約10億 XRP。とんでもない規模のファンドですよね。しかもですよ、これがただ買って持っておくっていうだけの投資じゃないんです。ここが重要で、運転資本として指定されたっていう点が本当に画期的だったんです。これってつまり XRP がもう投機の対象じゃなくて、日々の会社のオペレーションとか流動性の確保とか、あるいは DeFi 戦略のために積極的に使われる資産になったっていうことを意味するんです。そしてこの流れはここ日本にもやってきました。金融大手の SBI ホールディングスがなんと株主優待を XRP で支払うっていう、これまた画期的な仕組みを始めたんですね。XRP がいよいよ僕たちの身近な伝統的な企業金融の世界にまでじわじわと浸透し始めたっていう証拠です。さあ、いよいよ最後の章です。次に来るもの。規制がはっきりした、現実世界で使われ始めた、そしてスマートマネーも入ってきた。これだけ強固な土台ができた今、僕たちの目は自然とこの先どうなるのか、その未来へと向かいますよね。テクノロジーそのものももちろん立ち止まってはいません。プライバシーを強化する技術とか、もっと賢い契約ができるスマートコントラクトとか、そして何といっても注目はこれです。不動産や株みたいなあらゆる現実世界の資産をデジタルデータにしてしまうトークン化。このとてつもなく巨大な市場が次のターゲットとして見据えられているんです。この未来をどう見るかという違いが、将来の価格予測にもこれだけ大きな差を生んでいるんですね。片方は今の金融市場をベースに考える機関投資家たちによる比較的堅実な予測。でももう一方では、世界中のありとあらゆる資産がトークン化されるっていうとんでもなく壮大なシナリオに基づいたものすごく強気なモデルもあるわけです。そしてこれが最後に私たちに残された問いかけということになります。2026年3月、XRP がひたすら生き残るためにもがいていた時代を終えて、世界の金融システムへと統合されていく、その第一歩を踏み出したことはもう間違いないでしょう。となると問題はもう、それが起こるかどうかのもしではなく、それがいつ、そしてどれぐらいの規模で起こるのか、ただそれだけなのかもしれませんね。